皆さんこんにちは、かずえちゃんです。今日はここ台湾台北で、これからトランスマーチが開催されます。今年で7回目のトランスマーチなんですけれども、ここ台湾は2019年に、同性婚が法制化されて、その LGBTQ のなんていうのかなについてはこうアジアの中ではこう進んでる方かなと思うんですけれども、実際そのトランスジェンダーであったりとかノンバイナリーの方であったりとかの置かれている状況というか、それが性自認であったりとか、あとは性別適合手術、性別変更の件であったりとか、あとは社会的な認知っていう中ではまだまだこう問題が残っているのかなっていうふうに感じています。で明日実はその台北プライドが開催されるんですけれども、毎年その前日に、このトランスマーチというものが行われています。で今回その台湾の方々、トランスジェンダーの方々に、実際この台湾で、トランスジェンダーとしてというか生活する困難さであったりとか、一人一人違うかもしれないけれども、そういうところのリアルをお話しできればいいか、お伺いできればいいかなって思っております。我是赵静子，然后我自己本身也有一个 YouTube 频道，对，然后也是在讲关于跨性别的内容。因为就是今年是第7届嘛，那7年前开始就有这个跨性别的大游行，然后一直都在同志大游行的前一天，所以我觉得身为一个有声量的跨性别者，就是应该要来参与这个活动，对，帮助大家宣传，对。我觉得最近当然大家讨论最热烈的就是免诉换证嘛，然后当然一提到免诉换证就会引起这个社会非常多的不安跟讨论。那我觉得跨性别的现状嘛，当然跟以前比是有更好，对，但是还是有很大的进步空间，对。但下一步当然应该就是朝着免诉换证这一步前进这样。然后如果是说跨性别者平常生活中的困扰或者是接受度的话，我自己觉得啦，我相信当然大家都是有渐渐在变得更多元、更开放，对。我觉得我自己的话，是还好。如果是从以前到现在的变化的话，我觉得现在有越来越多人，比如说跨性别者，然后开始在拍影片啊，然后分享自己的生活，或者是我认识很多跨性别朋友，他们现在也都可以在这个社会上有一份正常的工作，然后所以我觉得说大家有渐渐看到跨性别，然后跨性别也可以做着跟普通人一样正常的工作，我觉得总体而言是还不错的，对。就是这个社会也还是有渐渐在变好，我觉得呀。谢谢。应该说，其实任何时候都会想要站出来。那就算今天有这个议题好了，其实，在同志游行里面也是一个包含所有声音的一个地方。所以就是明天我更会去这样跟大家说，其实就算有这样人好了，他也是一个独特的存在，所以不会影响到大家支持这个议题的发生。其实整个社会氛围可能大致上算蛮进步的，而且很开放。可是，在很多生活上面、工作上面，或是在同侪方面，还是有局限的很多。因为当然在这样的环境里面，反对的人一样不少，所以其实你还是知道这条路还很漫长，就是没有这么快到全部开放的那个地步。其实。就我所知道，比较严肃的意见在台湾也会发生，就是很多人他并不赞同免诉换证这件事情。那如果更多言论的话，我自己没有太了解。那对我而言的话，其实只要可以对跨性别更友善的，我一定都赞同啊，因为那个是内心一个最痛苦的存在。就是我知道很多人都会认为说那个感觉不是天生的。但是实际上，真的很多时候是我们不能够避免，而且今天会感觉到痛苦到可能连失去生命都觉得有可能的事情。はい、台湾人の弁護士のリーと申します。
やっぱり今世界中にはなんかアンチトランスジェンダーのその流れも激しくて、もっとなんかこういう時期だからこそもっとなんか私たち一緒にいる、私たち一緒になんか頑張りましょうっていう気持ちを伝えたいと思いましてね。でやっぱり自分も去年は病気で参加できませんでしたけど、今年もなんかちょっと体調悪くと思っても絶対なんかここにいなきゃならないと思いましたので参加しに来ました。あとその台湾ノンバイナリークエスラッツは初めて第1回のトランスマーチの時も旗作ってたんですけど、自分のトランスジェンダーフレンドリーのその弁護士事務所の旗は今年初めて作りましたです。で法律人として応援していますよっていう気持ちも含めて一緒にこの街で歩いていこうと思います。トランスジェンダーはいつもなんか同性婚の努力もやっていましたよ。でこの同性婚はやっとできました。あとはその LGBT としてなんかみんな全部一緒だよと思いまして、例えば、ホットライン、台湾の一番早い作った団体はトランスジェンダーの議題、今年も主催の団体になったし、一緒に LGBT も T のために一緒にこの街で歩いていこうとなんか言っているんですよね。で裁判所にもこういうその手術なしで自分の性別変更ができるっていう判決も出てくるんですし、台湾はまだ進んでいこうと思います。トランスジェンダーだけじゃなくてノンバイナリー、第三性別、X ジェンダーとかというなんかことも存在していますよっていうこともみんなに伝えたいと思いまして、2010何年の時も政府がなんか第三性別作ろうとしていましたよ。で結局成功できなくて、2021年の時もなんか研究なんか学術の研究案がありましたけど、結局今は何もできなくて、今の政府がなんかずっと検討中だけ言ってるんですけど、まああくまでなんかヘイトななんかスピーチが出なくて、それは一番いいと思いますけど、なんかもっといいのはなんかどうしたらなんかトランスジェンダーの承認できる、あと第三性別も承認できるのはこれからの課題ですね。就是去年可能就是开始有就是对这方面的议题有关注，然后也向家人有出柜，对，那目前是有在服用荷尔蒙的，对，所以就是想说来这边也声援，然后也可以让这个群体更壮大。对对对，是还好，因为我觉得就是目前台湾的社会风气也渐渐可以就是接受跨性别或者是同志这样的群体。当然，网络上还是会有很多不同的声音，对，但是我觉得只要把自己的自信拿出来，然后不要去惧怕别人的眼光，那是最重要的。目前可能还是会有一些就是保守派的声音出现，对，那我觉得这个也是为什么我们要出来声援的原因。就像现在大家都很推行的那个免诉换证的事情，那当然这部分可能还是会有一些争议，但我也不好说，就是到底什么样是绝对的正确，对。但是我认为呢，去强制要去把一个人的身体去做破坏，那是真的是比较不合理的，对。因为我自己本身就是我也是认同是女性这样，所以我今天来看看。我之前也是第一次来，对，以前没参加过。我有遇过，就是我之前还没有比较会，就是还比较不会打扮的时候，有遇到有人就是当街就是跟我说我不男不女这样。其实那个时候还蛮受伤的，但后来就想说，其实就不用想那么多，就做好自己就好这样。我觉得其实就是现在台湾社会已经算是不错了，但是就是其实还有蛮多可以进步的空间。像因为其实蛮多可能条件没那么好，比较就可能骨架比较大的，像男跨女啊，或者是
可能身形比较矮小一些女跨男，其实都会在生活上遇到蛮多，就是一些挫折这样。其实我觉得就是要看你自己的心态。如果你可以自己把一些可能社会上比较不好的言论过滤掉，其实，在生活上会轻松蛮多的。这样，まだ今マーチ進んでますけれども、本当に多くの方が参加しているっていうのと、あとやはりこの台湾の強さというか素晴らしさっていうのが、トランスマーチをトランスジェンダーの方だけに歩かせるんではなくて、本当にLGBTQ、セクシャリティ関係なくいろんな人たちが共に連帯をして声を上げるというか、マーチを歩くっていうのが、これやっぱりすごい素晴らしいことだなって思っていて、やはり当事者だけ、これは別にトランスジェンダーだけではなくて、当事者だけが声を上げる社会っていうのはとても脆弱なというか、すごく負担が一つの方向にしかいかないというか、当事者の中でもやっぱり声を上げられる上げられないということもあったりするので、なんかでもここって本当にすごいいっぱい子どもたちも歩いてるんですけれども、トランスジェンダー含めていろんな人たちが共にこうやって連帯して歩くっていう、これが台湾の素晴らしさだなっていうことと、台湾の強さ、そしてやっぱり2019年に台湾がアジアで初めて同性婚が法制化された、そのやっぱり大きなきっかけっていうのは、共にみんながこの社会を良くしていこうっていうか、その他人事にしない、それがやはりこの台湾の素晴らしさだっていうのを改めてこのパレードを通して、自分自身も少し最後まで歩いてないですけれども、この途中ですけれども、それはすごく感じた。なのででもやっぱりいろいろお話を聞かせていただく中で、やっぱりまだまだトランスジェンダーであったりとか、そのノンバイナリーであったりとか、セクシャリティごとにというか、やはりまだその中でまだまだ声を上げて変えていかないといけないこと、問題点というのも実際残されているんだなということ、それはすごく感じました。でもやっぱり世界的に今、アメリカのトランプ政権になって T の文字が、トランスの T の文字が消されていく、そして存在自体も存在自体もないものにされていく可能性がある中で、やはりこういうふうに今だからこそ連帯して声を上げること、自分たちはここにいるんだということを可視化していくこと、改めて大切だなというふうに感じました。ということで、まだたくさん歩いてますけれども、以上です。See many times I tried to break my spirit, but it did not be alright. Before you plot against me